ちゃんと習ってますか習ってないですね。ってなるんですよね。あ仕事を進める上でのやっぱコミュニケーションの基礎ですと。はい。定義していくことってのはやっぱ大事ですよね。はい。あの件どうなった？問題に対してできるだけこの質問レベルを上げてきてくださいねと。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。本日から少しタッチバージョンも撮ってみようということで、はい。新しいフォーマットでお送りしております。はい。今画面にも映ってますが、本日のテーマがですね、ほうれん草ということで、そうですね。はい。弊社で改めてですけれども、育成、研修とかですね、新入社員の方からいろいろやっていくわけですけど、ビジネスマナーみたいなものですかね。基本の仕事のスキルとして、結構ほうれん草ってすごく大事なので、しっかりとここをやっぱり解説して、お話ししていますと。ほうれん草って当たり前のように僕ら社会人になる前から言葉自体は知ってるんですけど、そこまで深掘りしたことがないんじゃないかなと思って。そうですよね。はい。ほうれん草ちゃんとやれって言われても、じゃあ報告っていつするの？連絡っていつするの？相談っていつするのってちゃんと習ってますか？習ってないですね。ってなるんですよね。うん、意外とやっぱりこれ分かんない人が多いなと。で、分からないままうやむやに来ちゃってる人多いなと思っていて、はい、なるべく正確な意味と、意味も含めて会社の中でこういう定義で使えますよと、いうことを弊社の中ではやっていますと。でやっぱりその基礎スキルと言ってるように、ほうれん草がダメだと仕事うまくいかないんですよ。ああ、やっぱそうですか。はい。できない上司もほうれん草とかって言うけど、ほうれん草の意味ちゃんと理解してるんかいみたいなこともたまに起こるわけですね。なるほど。はい。言葉の意味とか定義をちゃんと決めてないだけで混乱って余計に起きるので、はい、会社ではほうれん草こういうものですよと、言っていますということですね。じゃあ具体的にうちでやってることをそのままお話していきたいんですけど、はい。今言った通りほうれん草はですね、仕事を進める上でのやっぱコミュニケーションの基礎ですと。はい。報告連絡相談ですよね。基本的には、例えば業務の開始にこれから取り掛かりますみたいなのが連絡。うん。例えば途中で対応方法が分からずご相談です。これが相談ですと。はい。で報告というのは終わりましたと。報告しますと。はい。こんな感じですよね。下もちょっと細かく書いてますけど、こんな感じなんですけど、じゃあ報告連絡相談でって具体的に何よっていうんだと、はい、まずやっぱほうれん草を正しく理解しましょうと。まず報告とは、業務全体や業務に含まれるタスクが終わったことを伝える。終わったことなんですね。うん。誰にするって言ったらやっぱり当然上司とか関係者ですよね。はい。対象者は上司関係者。で、何を伝えるんだっていうと、基本的にはやっぱ事実、経緯、考察などを含む。これは報告書の形態によりますけど、はい、基本的には事実、結果とかですね。うん。必要があれば経緯。で、それを受けて、どう考えるかみたいな考察。これものによっては必要ですよね。でも基本的にはやっぱり結果、事実をしっかり報告する。とにかくポイントとしては終わったことを報告とするみたいな感じですよね。で、連絡っていうのは、始めるときとか途中経過など、業務の進行や状況を伝える。今から始めますと、ここまで来ていますとか、できていますとか。弱く、now ですよ。今どうなってるかが連絡ですと。はい。今ですね、時間軸、ね。今。はい。誰にするって言ったら、上司もそうですし、関係者もそうですし、関係する人ですよね。じゃあそこで何を連絡するんだって言ったら、基本的にはやっぱなるべく簡潔に必要な情報のみ伝えましょうと。報告も相談もそうかもしれないですけど、基本は必要な情報のみだと思ってもらえるんですよね。例えばだからイメージとしては、この作業に取り掛かるとき、このタスクに取り掛かるときちょっと教えて、みたいな上司が言ったとしたら、はい。わかりました。仕事が進んでいきます。そのタスクに取り掛かるときに、今から取り掛かります。とか、今、誰かに連絡することが必要だ。とにかく now ですと。今ですと。思ってくださいと。で、相談とは、当然ですけど、自分の権限で決められないことや、迷ってしまうこと、わからないことを相談するわけですよね。よくね、あるフレーズでいくとね、すいません、つって、こちらのご判断お願いします。みたいなね。わからないから相談するわけですよね。はい。はい。で、誰にするっていうと、これも、上司とか、同僚って書いてますけど、関係者とか。基本誰にするはあんま変わらないですけどね。はい。何を伝えるっていうのは、ここ相談レベルって会社でよく言ってるんですけど、はい。相談のレベルもあって、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4とか僕は定めてるんですけど、これどうしたらいいですかねっていうのがレベル1みたいなのすると、これこうしようと思ってるんですけど、みたいなレベル2と、こうしようと思います。なぜならばっていうレベル3と、3つぐらいですかね。はい。これもうちょっと後で詳しくやっていきますと。はい。はい。
例えばこれ弊社の例なので、これはですね、ご指摘っていわゆるクレームが発生した時のやり取りをちょっと例で挙げてるんですけど、はい、支店担当というのが、支店、基本的に現場の担当で、基本お客様とこちらがやり取りしてますよと。はい、CS 担当って書いてますけど、これはちょっと本社の方でカスタマーサティスファクション。お客様のやっぱりその顧客体験、顧客満足度を本社でフォローしてる人がいるんですけど、例えばですね、こういう感じの流れで、例えばやり取りがありますと。ご指摘連絡、クレームがありましたと。例えばこれ実はこう聞いてるわけですけど、対応方法修理でいいかと。じゃあ修理対応でと。こういうふうに、上司と部下みたいに一旦考えてもらえばいいですかね、普通の人だと。はい、こんな感じでやり取りするんですけど、要はこれって、この中には連絡と相談が入ってますよね。今こういう連絡いただきましたと。はい、この場合修理対応でいいでしょ、これ相談ですよねと。で、これは連絡ですよねと。ちょっと報告と混同しがちですけど、まだ終わったので連絡ですよね。はい、これも連絡と最後に相談が入ってますよね。連絡応答ですけどね、入ってますと。で、最後終わった報告。こんな感じに、だいたいみんな最初混同するんで、これは報告ですか、相談ですか、これは連絡ですかとかつって、タグ付けとかをさしたりとかして教えます。やっぱり着手や途中経過の連絡がないと、関係者は対応状況がわかりませんし、業務の次のステップに進めないと。また、対応状況がわからないと、お客様に適切な対応ができず、ご迷惑をおかけしてしまうこともあるのと。だからこれも、やる側、報告連絡相談を行う側から考えることと、報告連絡相談を受ける側、両方の立場があるわけですから、はい、しっかりとする側は、ちゃんと適切なほうれん草をする。当たり前の話ですけど、ここでしっかりやりましょうと。連絡がないとですね、受ける側は、大丈夫かな、対応してんのかなと。やっぱ心配になりますし、これを逆に気にしてないで、やってるだろうと思い込んだ結果、実はやってなかった。大問題に発生した。みたいなことも結構あるんですよね。はい。はい。とにかくここで言うのは連絡ですね、まずね。連絡は逐一入れましょうと。はい。やっぱ思いますね。仕事できる人はしっかりこの辺はやっぱりできてますよね。する側はしっかりと一つの物事において、連絡と相談をしっかり、何を連絡して何を相談するか。そして、しっかりと報告をする。こういうことを心がけると。一回相談したんだったら、連絡すべきことだったら、ちゃんと経過も連絡したり相談したりしなきゃいけないわけですよね。上司側だったら、しっかりと何を連絡してほしくて、こういうことはちゃんと相談しなさいよと。いうふうにちゃんと指示を出すと。こういうことにやっぱり繰り返し、で、しっかりとしたほうれん草ができるようになっていくと。とにかく連絡がない、相談がないっていうパターンが、多分受ける側からすると思うことでよくあることなんですよ。上司あるある話みたいな感じですかね。なるほど。上司としてできるのは繰り返しますけど、何を連絡して、こういう場合は相談して、こういうことは自分で決めていいよと。いうのをやっぱりちゃんと指示していくこと、定義していくことっていうのはやっぱ大事ですよね。はい。で、報告もしっかりと終わったら必ず報告をしましょうと。これよくあるんですよね。例えば何か相談がありましたと。社長、こういうのでこういう相談がありますと。分かった。じゃあそれはこれで進めていいよ。じゃあこれでよろしく。なんもねえな、その後。あの件どうなったんだろう。こっちはめちゃめちゃ気になるわけですよ。だって相談を受けてその回答してるから。その通りうまくいったのか。またおかしいことが起こったのか。おかしいことが起こったんだったらまた相談来るよなと。じゃあ終わってるのかな、終わってないかな。お前あの件どうなった、こんなことよくあるある話ですよね。これって上司の時間も脳も使うし、ね、部下もまた聞かれるし、余計なことしかないんで、ちゃんと報告はしましょうと。はい。ものによってはただ終わったことを告げれば OK ですし、ものによってはちゃんと、そうですね、経緯、結果、こうなりました。プロセスはこういうふうに社長に教えていただいたので、このように対応してそのまま終わりました。で、私としては次回からこのような案件があった時にこういうふうに対応すればいいんだって理解しました。これぐらいまで言わなくてもいいかもしれないですけど学べばね。でもそういうの場合によっては必要ですと。とにかくあの件どうなったってなるべく言われないように報告する側はしましょうということですね。だから昔話でいくと、あの件どうなったって言われたら、お前負けたかんな、みたいなね。あの件どうなったって聞かれないようにちゃんと報告してね。こんな感じで教えてたりしますよね。だから上司の確認を増やすのをやめましょうよってことですね。あの件どうなってるのと。最後に相談レベルについてちょっとお話したいと思います。弊社の中では相談質問レベルを上げましょうと言っていて、だいたいこんな感じでレベルを分けてるんですよね。だから従業員に伝えるのは、最初は分からないことは相談しなさいと。質問しなさいと。どうすればいいですかでいいですと。分からないことを聞かずに放置するよりも、どうすればいいですかすごい雑な質問でも、そっちの方がまだいいですと。
だって何がわからないかわかるからと。分かってもないのに、こんなこと相談したら怒られるかなと思って、相談しない方が後で大きな問題を引き起こしますと。初級から考えたらもう致し方ないことなんで、聞かないよりも聞いた方がいいですよと言いますね。なのでまず聞きましょうと。わからないことを。でも、その上で質問レベルを常に上げていくことを心がけましょうと言ってますと。なんで、このレベル1よりもダメなのはわからないことを放置するとですね。で、レベル1がどうすればいいですかと。で、どうすればいいですかってこちら言われたら、指示命令しますと。じゃああなたはどうすればいいかって言ったら、指示命令通り完璧に遂行してくださいと。これはこうして、ああして、こうするんだよっていうんで、そしたらこうして、ああして、こうすることを完璧に遂行してくださいと。遂行するんですけど、その裏で、なぜかを考えましょうと。要は、なぜ私はこれがわからないのか。なぜこの問題に関して上司はこういうふうに指示命令したのか。この場合は何をどのようにすればいいんだっていうのを上司の指示を受けて、それを遂行したプロセスで学んでくださいと。これが振り返るってことです。フィードバックをもし必要だったら受けてくださいと。だから理想としてはどうすればいいですかっていう質問に関して上司がこれをこうして、あれをこうして、これをこうすればいいんだよって言ったら、その通りにやりながら、なぜこの場合はこうするのか、具体的に何をどのようにすればいいんだなって学んでくださいと。そうやって振り返った後に、じゃあ次からはこのパターンの場合はこうすればいいんですよねってなるべく具体的に言ってくださいと。それに関してまた上司はそう言ったら多分フィードバックするでしょうと。その通りです。次から同じようにこれをこうして、あれをこうして、こうしてください。このパターンはみたいなね。これがやることですと。次に質問レベル、相談レベル2はこうしようと思うんですが、で持ってきてくださいと。でこれは感覚値って書いてあるんですけど、結構具体的にやれって言うと分かんない人もいて、根拠はちょっと薄くてもいいから、こういう問題が起きました。これこうしようと思うんですが、どうですかって聞いてきてくださいと。それを言われたら上司はイエスかノー、またはベストな指示命令をするわけですね。いや違うと。そうじゃない。これはこれで、あれはこれで、こうだよ。か。そうだね、その感じ。でも補足でもうちょっとこれをプラスしてこれでやって、みたいな。同じように部下は指示命令通り完璧に遂行することでやってください。で、裏側は同じです。なぜこの場合はこういう指示だったのか。この場合は具体的に何をどのようにすればいいのかと学んでください。それが振り返りです。必ず聞いてください。じゃあ次からは、これがあったら、この問題があったら、これをこうして、あれをこうして、これをこうする。こうやればいいんですよね。と。そしたら上司がもうそれに回答しますよね。同じです。はい。これは2ですと。で、レベル3は、このように対応しようと考えてますが、具体的に持ってきてくださいと。こうしようと思うんですがって感覚じゃなくて、こうしようと思います。なぜならば、〇〇が〇〇なので、だからこう考えました。みたいな。で、またこれに関して上司が、いや、それでいいよ。いや、それじゃダメだ。いや、もうちょっとこうして。みたいな感じで付け加えてベストの指示命令しますと。同じようになぜその場合はこういう指示になったのか、具体的に何をどのようにすればいいのか、こういう場合こうすればいいんだなと振り返ります。じゃあ次からこれはこうしてこうすればいいんですよねとみたいに言ったら上司はまたそれに返しますよね。ここで繰り返し同じようなことやっていくと当然学んでいくので本来は上司からのフィードバック量減ってくると思うんですよ。とにかくレベル3がこれですよね。レベル4、これちょっと相談質問レベル4って言うんですけど、ちょっと相談質問ではない気もするんですけど、まあでもこう定義してますけど、レベル4はこう対応しました。なぜならば、要は事後報告してくださいと。その代わりフィードバック頂戴できてと。まあ要はこのパターンがありましてこう対応しました。なぜならばフィードバックくださいと。来ますって来てくださいと。そしたら上司がその対応についてベストだったかどうかフィードバックしますよ。よかったよ。その通りでいいよ。いや、ダメだよ、それ。とか、いや、もうちょっとこうしたらよかったよと。はい。こんな感じですよね。はい。なので、究極は、この一つのタスクとか問題に関して、質問レベルがこう1からちゃんと、まず聞くというところから、レベル1、レベル2、レベル3やレベル4になるように一つずつのタスク、問題に対して、できるだけこの質問レベルを上げてきてくださいねと。こんな感じでやってますと。はい。今回のパートに関してはですね、ほうれん草とは言うけれども、報告連絡相談これはわかるけれども、それぞれ何と、いつすんの、誰にすんの、どういう時に、みたいなのはしっかり理解して、会社もそうですし、もしかしたらチーム内もそうかもしれないし、上司部下の関係もそうかもしれないし、ちゃんとここで混同することがないように、理解して実践しましょうと。はい、ありがとうございます。報告連絡相談それぞれの意味合いとか、対象者とか、何を伝えたらいいのかっていうのは本当に分かんなかったんで、これを
全て頭に叩き込めれば習慣化できそうな気もしてきました。報告、最たる例はだから日報とか週報とか月報とか、こういうことにつながっていきます。これも別の章でやりますと。連絡はとにかく今何をするかっていうのが連絡ですよね。相談はまた相談レベルで説明しましたけど、もうちょっと噛み砕いて成長と育成というパートの中で相談についてはもうちょっと深掘りしますので、またそこにつなげて勉強してもらえればなと思います。はい。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。